ご神君一つ。用心は前から倒れぬうちの杖ぞ。あの人を杖とも柱とも頼んでいたのにと嘆く人があります。人では頼りにならない。物も金も学識も本当の役には立たんと悟っての神を杖につけば、人も物も金も学識もすべて一切が生きてくる。神が人間行動の原動力となるから心強い生活ができるのです。神が人間行動の原動力となると師匠はおっしゃっておられますね。その今まではその学識とかお金とかそういうものに頼っていたものがそうではない。もう神様を頼る以外ないのだと。その私どもの意識というものが変わるということが大切だと思いますね。それは様々な意識というものがありますね。実は私の意識がここ数日で大変変わってきております。それは2、3日前に師匠の研修をいただいてからですけれども、私がこのお話を始めさせていただいたのは、それこそ本当は師匠のお話を直接 YouTube にでも出したいと思っていたのですけれども、それがなかなかできない。私一存でできることではありませんからね。それで最近はおかげさまで随分師匠のご理解が YouTube にも出していただけておりますけれども、私がこれを始めさせていただいた頃はまだまだとてもそのお許しがいただける段階ではありませんでしたので、これはもう私が話せば著作権の問題もない、どこにも問題がない、非難が来れば私に来るくらいなもので、それは受けていけば問題ないことだから、これは師匠のお話の一端でもお話しさせていただこう、伝えさせていただこうという、いわば師匠のご理解をその一端でも伝えさせていただきたいというのが始めさせていただいたその私の意識でしたね。しかしその2、3日前の師匠の研修をいただいておりますと、師匠の願い、思いというのが、例えば先日もお話しさせていただきました。今からテレビを見ている方に祈りを送ります。動かなかった時計が動き出すでしょう。といったようなテレビ番組が昔ありましたね。そういったような働きが現れてくるようなことにもなっていかなきゃいけないねということなのですね。それこそ昔は教祖様の祈りを、見教えを伝えるということができませんでしたから、人を媒体としておりました。それで人を媒体として伝える、働きを伝える、そこに取り次ぎという、また教会というのが、出足よというのがたくさん生まれたのだと。その当時はそれしか手がなかったわけですね。現代ではそれこそ当時としてもですね、その難儀が困っている人たちが教祖様のもとに遠方から参ってくるわけにはいかなかった。だから近くの教会に参ってそこでおかげをいただく、そういう働きであったわけです。現代はどうかというと、もちろん現代でも
世界中の人たちがみんながご本部に参拝するというわけにはいかない。世界中の人たちがご本部に参拝してお届けをしておかげをいただくというわけにはいかない。しかし今はそれこそ師匠はその当時はインターネットというのはありませんからテレビの時代でしたね。テレビというのがある。そのテレビで哀楽の時間なら哀楽の時間というその放送をする時間帯にそれを見た人たちがおかげをいただく。病人が治る。病気が治る。といったような働きが現れてくる。そうなればもうあっちこっちに布教者が出ていく必要性はないわけですね。世界中の人がテレビを見て、今では YouTube を見ておかげをいただくことができる。そこに神様のお働きが現れる。そういうものでなければいけないと。またそうでなきゃいけないねというようなことをおっしゃっておられましたね。いわゆる私も今までは師匠のご理解の一端でも伝えさせていただきたい。そのお話を伝えるということだけだったのですけれども、これからは師匠の祈りを伝えさせていただきたい。師匠がそれを願っておられたのですからね。その師匠のお話をいただくもの、それはもちろん文書布教においてもそうでしたね。おかげの泉を読んだ人が病気が治るといったような、読んだ人がおかげをいただく、それほどしの力がなければならないのだと。ただ教義を伝えるとか理屈を伝えるというだけではない。そこには祈りが込められており、その祈りを伝えるものでなければならない。またそこに読んだ人が、あるいはお話をいただいた人が、神様のお働きがそこに現れるような、そういうものでなければならないということなのですね。ですから私も私の意識を大変革させていただきました。今までは単に師匠のお話の一端を伝えさせていただきたいということだけでしたけれども、これからは私の話を、それこそ師匠のご理解を聞いていただくその人たちの上に神様のお働きが現れますように、それこそ病気をしている人ならばその病気が治るような、困ったことがあるならその困ったことから解放されるような、そういうお働きもいただけれるような、いわゆる祈りを込めるということでしょうかね。話を伝えるのではなく、理屈を伝えるのではなく、祈りを伝えるということに大転換させていただかねばならないなと思わせられています。師匠はやはり先を見越しておられたようで、その時その時の時代によってその伝えるべき媒体というのでしょうか、それは変わってくるものだと、また変わっていかなくちゃいけないと。教祖様の時代は人から人に伝わっていった時代だ。それがテレビの時代となった。テレビを通してでも人が助かるようなお話をさせていただき、そこにテレビを見てくれた人がおかげをいただく、そこに神様のお働きが現れるような、いわばそういう力もいただかなければならないねということなのですね。
今はインターネットの時代で世界中の人々がお話をいただこうと思えばいただけます。そういう世界中の人々にその祈りを伝えられる時代になっているというわけですから、師匠の祈りが世界の津々浦々に行き渡る時は来ているということですね。その師匠の話に私の話を聞いてくださる人たちの上に天地金の神様のお働きが現れることを祈らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。